何が来た？これエブリィの天井収納に使うやつ、アタッチメント。これを車体に固定して、これで包み込んで、ここにエレクターパイプを固定して、エレクターパイプを150センチのやつが2本と120センチを3本買ってきました。ホームセンターで、ダイソーでパイプカッター500円で買ってきました。エレクターパイプのメーカーが出してるパイプカッターだと5000円ぐらいするんですけど、ダイソーで500円で売ってるっていうのを他の YouTube のやつで見て買ってきました。で、あと上の棚に使う用のネット、ちょっとサイズ感が分かんなかったからいくつか買ってきました。これの組み合わせでやっていきたいと思います。一旦このジョイントをつけてみて、その後合わせながら寸法を決めていきます。ここは絶対使うんですよ。ここの間が45センチ。バランス的にこことこことここかな。内装剥がし、これでいけるかな。本当にボルトになってる。こんなんが取れて、この中マジでボルトです。ジョイントの付属のネジね、ちゃんと入りそうです。こうして OK。両方つけました。で、次にこれを外していきます。セカンドシート取っ払ってあるから使わないんでちょうどいい。今までこれにタオルとかかけてたんだけど、それがもうエレクターパイプでもっと良くなる。タオル掛けとしても。よし、 OK。 1、2、3、4。いただきます。あなた今夕飯食べたばっかりでしょ。132センチに切る。軽く固定します。2、3回本体を回し、ノブを少し締めます。再度2、3回回す。これを繰り返すと切り口が美しくなります。こういうこと。締めて、切れたんか。切れた切れた。こんな風に切れた。思ったほどバリは出てない。緩めにつけて、もともとあった何そのアタッチメントをつけた。そう。なるほどね。これどういうこと？こんな感じで1個緩めにつけました。一旦2箇所で仮止め。さすがに4箇所止めたら結構強い。キャップがなんか外から側が4個あって中にはめるのが6個あったんで、それ買ってきました。本当は全部統一したかったけど、外からはめるやつを端っこにつけます。悪くないと思います。横方向の棒をこれでジョイントします。 HJ6 っていうやつですね。ここにこれがあって109センチかな。これを横で、これを縦としましょう。縦のパイプの下側に横をつけたんだけど、これぐらいのスペースがあった方がいい気がする。19センチぐらい高さあります。最大のところで寝袋とか突っ込むんならこのぐらいの高さが必要なんで、一旦これにします。ダイソーのパイプカッター普通にいいよ。この横の端っこにもキャップをつけました。ぴったりで、ここの電気があるんだけど、今まで通り使えますと。ここにもパイプ渡したんで、サーフボードを積めるようになりました。
ここについてたカーテンはちょっと改造しないといけないことになったんで、一回取り外してこの天井にカーテンレールをつけてカーテンをつけるようにしたいと思います。これいいね。さっきこれを下につけてたんだけど、運転中に頭に当たるんで横のパイプの上につけてちょっと上に上げてる。最初はこの手すりがあったところの両方ともこれをつけてたんだけど、こっち側は外して片側3本にしました。なんか無駄に多いかなと思って、見た目的にも等間隔な感じの方がすっきりするんで、タオルとかもかけやすくなるしね。でこのカーテンをこの部分をなしにしたいんで、カーテンレールをちょっと加工して上の部分にぴったり合うようにしてもう一回付け直そうと思ってます。なぜならこれがあるとサーフボードが乗せられなくなっちゃうんで、というのとこれがない方が前の空間までが1個の空間になるから開放感が出るっていうのはメリット。ネジ3個で止まってたんで、こんなネジで止まってました。まっすぐカーテンレールをつけれる長さは75センチでいきます。こことこことここの3箇所なんかクリップが入ってるんで、ここをきっかけに固定できないかちょっと調査してみます。これは断熱材が入ってて見づらいな。前の持ち主の友達がこの間に断熱材入れてるわ。5ミリのネジが入った状態で干渉せずにレールがちゃんと進む。どういうことなの？この状態でぶち込めばいいのかな。とりあえずこれを穴にぶち込んでみる。おお、入った入った。すげえ閉まった。めっちゃ閉まった。お、右も止まった。よっしゃ、完璧についた。正直3つもいらなくて両サイドだけで十分だったけど、真ん中もつきました。カーテンレール上につけたんで素晴らしい。尺が変わったんで、ここのサイドのマジックテープを付け直します。ダイソーで買った粘着式のやつ、これをカットしてペッてつけて、するとこれが横にペッてつくんで、これも横にね4個この辺バッチリつく。もうバッチリつく。もうそこさ固定だよね。さすがダイソーさん。ベルってやってもこれは剥がれないからいいね。これどうだい。サーフボードあっても閉めれちゃうね。今まではここにパネルがあったからこれできなかったんだけど、この上にサーフボードとか長物を積むために移設したっていうね。めっちゃいいじゃんこれ。マジックテープのおかげでこう両脇にまとまるから邪魔にならん。いいっすね。ここにテーブルを作るってのはありかなって思った。あ、でこうやって2人で横に並んで座る。ね、ここにテーブル置くのはいいけど、冷蔵庫はどうする？普段テーブルの下寝るときテーブルの上。あー、確かに。なんかコメントもらったんだ、視聴者さんから、こっちに後ろにテーブル置いて寝るとき全部その上に置いて寝てますみたいな。確かに上に置けばいいやん。その上にひょいって置くぐらいならそんな大した労力じゃないかなと思ったし、だしボンゴでも私ら毎回ベッドの展開してましたよね。ボンゴの展開に比べたら楽かもしれないし、というのとここにテーブルがあったら結構車内広く使えんなと思って、ここの上に収納あんじゃん、これも気にならないんだよ。こっち側向いて料理とかさ、頭がゴツンって当たるのを気にしないってそうことだよね。頭当たんないんよ。エブリーなね、この電源でいいね。いつもこれでやってる。これでいい。完全に歯が止まるまで一切触れずに待っとかないとだ。
最後まで行かなくても大丈夫だよ。おおおお。ぴったりだね。乾燥待ちです。うん。食べよう。いただきます。バジルがサラダに入ってる。あ、そう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 。ここのナットを利用してイレクターパイプでこういう風にパイプ作ります。これ60センチでちょうど売ってたんだよね、イレクターパイプは。ゴムキャップがいいな。出具合というか。適当にそれぐらいにする。うん。このテーブルは、まあ今暫定ね。いいねいいねいいね。ちょうどいい高さだわ。いい感じいい感じ。お、いいね。高さちょうどいいわ。いい。こんなジョイントをバチッとはめてテーブルにしますと。長さがすげえギリギリでマジ？割れはしないんだけど貫通がギリギリしないぐらい。これ大丈夫？何が心配？全く同じ長さじゃない？お、大丈夫じゃん。全然貫通してない。しゃあ。オッケはまるわ。おー、いいねこれ。ー。いいよいいよ。スライドも可能。とりあえずこれが足用に買ってたエレクターパイプ。カットもしてて。あ、何これパッカパうん。安定感は？安定感ね、意外とある。そんなたわんでないよ。最高っすね。これが新たに追加されたのと、これが新たに追加された。この上にサーフボードも積めます。全然違うよ、利便性が。とかね、寝袋とかいろいろ積めるし。